BKFC とは、ライジン46で BKFC 提供試合、篠塚達樹のベアナックル挑戦が発表された。日本ではまだ馴染みのない BKFC とはどんな団体なのか。いつも使っている合成音声に不具合があり、今回はいつもと違う声でお送りする。スマホやタブレットの故障ではないので慌てないでほしい。BKFC、ベアナックルファイティングチャンピオンシップ。簡単に言うと、ベアナックル、つまりグローブをつけず素手で戦うボクシングの団体。ボクシングの歴史では1867年、クイーンズベリールールと呼ばれる現在のボクシングに近いルールが制定され、グローブの着用、ラウンド制、10カウントのノックダウン制が採用されたが、それまではベアナックルでの試合が行われていた。余談だが MMA の創世期でもグローブの着用は義務付けられておらず、 UFC 初代ヘビー級王者マーク・コールマンが初の王座を獲得した試合は素手で行われている。プライド出場前のバンダレイ・シウバもブラジルでの試合ではベアナックルで戦っていた。2018年、アメリカ・ワイオミング州でベアナックルボクシングが合法化され、 BKFC の第1回大会 BKFC1 が開催された。最新の大会は2024年4月12日に行われた BKFC ファイトナイト。これまで80回以上の大会が行われ、アメリカでは大人気らしい。拳にはグローブはつけず、肩頭部分はむき出し、手首を守るためのバンテージを巻くだけ。試合は2分5ラウンド、スタンドパンチのみ、拳での殴り合い。スクエアサークルと呼ばれる円形のリングで行われる。ボクシング界からは元 WBA 世界スーパーウェルター級王者オースティン・トラウト、世界2階級制覇王者のポール・マリナッチ、元 WBO 世界スーパーライト級王者マイク・アルバラード、元 WBO 世界スーパーライト級王者デマーカス・コーリー、リオオリンピック銅メダリストニコ・ヘルナンデスなどの名のあるボクサーたちが出場。辰吉丈一郎と戦った元 WBC 世界2階級制覇王者シリモン・コンランチオムも参戦。 MMA からも多くのファイターたちが出場している。現在の BKFC フライ級王者はライジンでもおなじみジョン・ドットソン。どちらかというと第一線を退いたボクサーや MMA ファイターが参戦しているイメージ。2020年にはボクシング元統一ヘビー級王者53歳のマイク・タイソンに2000万ドルの巨額オファーがあったというニュースが流れ、対戦相手には元プライドミドル級王者バンダレイ・シウバの名前も挙がった。しかしタイソンの参戦は実現せず、2023年1月 UFC ヘビー級王者フランシス・ガヌーが UFC を離脱した時には、ガヌーの新天地としてベラトールやワンPFL とともに BKFC 参戦も噂に上ったが、結局ガヌーは PFL と契約した。2024年1月には K1 やプライド UFC で活躍したサモアの怪人50歳になるマーク・ハントが BKFC 参戦を表明。参戦したらベルトを取るとコメントしたが、結局契約がまとまらず、これも実現せず、井上直樹などのマネージメントを務める周平田さんのドロップキックでのインタビューによると、 UFC をリリースされたファイターはファイトマネーがいいらしく、元 UFC ファイターのページ・バンサントなどは2試合ちょいで億を超えたとか。ここからは日本でも知られている MMA ファイターなどの試合を中心に紹介する。2018年8月25日 BKFC2、 BKFC の第2回大会に多くの MMA ファイターが参戦。日本のファンも知っている選手も。プライドやライジンで活躍したチャールズ・クレイジー・ホース・ベネット、プライド武士道では五味隆則や川尻達也に一本負け、ライジンでは木村稔、唯一の MMA 戦で7秒で秒殺 KO、プライドの控室ではバンダレイ・シウバと乱闘騒ぎを起こしたという破天荒なファイター。この日の試合ではマイケル・マクドナルドにやや押され気味の展開となり、4ラウンド残り10秒でダウンし TKO 負け。その後も2戦しているが勝てず、ベネットの BKFC での戦績は3戦3敗。クレイジーなベネットにはキャラクター的にぴったりのリングだったが、戦績は振るわず。古いファンならなんとなく覚えているかもしれない、かつて日本のパンクラスで活躍したクリス・ライトル。クリス・ライトルは1999年初来日しパンクラスに参戦。その後フックンシュートウェルター級王座、ケイジ・レイジウェルター級王座を獲得。2011年まで UFC で活躍した。 BKFC2 ではドリュー・リプトンと対戦し3回のダウンを奪い KO 勝ち。ライトルは BKFC4 にも出場し判定勝ち。 BKFC では2戦2勝、他団体含めベアナックルファイトでは3戦全勝。 UFC で活躍したケンドール・グローブはブルース・アブラムスキーに判定勝ち。その後2戦しているが 2KO 負け。ケンドール・グローブの BKFC での成績は1勝2敗。2019年4月6日 BKFC5、 この大会には UFC で活躍したクリス・リーベンが登場。リーベンは UFC では秋山義弘に三角締めで一本勝ち、バンダレイ・シウバには KO 勝ちしている。2013年 UFC で4連敗を喫し引退表明。2016年ベラトールと契約し復帰を決めたが、健康診断で心臓疾患が発見され復帰断念。2018年医師の診断をクリアしベアナックルに転向した。デビュー戦はワールドベアナックルファイティングフェデレーション、かつてプライドで活躍した MMA ファイターのフィル・バローニに TKO 勝ち。
ベアナックル2戦目がこの日、BKFC に初登場、ジャスティン・ベイズマンと対戦し、1ラウンド25秒、KO 勝ちした。2019年10月19日、BKFC8、この日のメインは MMA ファイター同士の対戦、アントニオ・シウバ対ガブリエル・ゴンザーガ。アントニオ・シウバは193センチ、130キロの体格を誇るでかい柔術家。日本ではヒーローズ、戦国に参戦し、トム・エリクソン、中尾キ義弘に勝利。ストライクフォースではエメリア・エンコ・ヒョードルに TKO 勝利。その後は UFC で活躍。2017年にはキックボクシングに参戦し、グローリー、世界ヘビー級王者、リコベ・ホーベンに TKO 負けしている。ガブリエル・ゴンザーガもまた UFC で活躍した188センチ、120キロの巨体の柔術家。UFC ではミルコ・クロコップに柔術家なのにハイキックで KO 勝ちしている。ヒョードルを倒した男対ミルコを倒した男。シウバのニックネームはポルトガル語でビッグフットを意味するペザオン。ゴンザーガのニックネームは大きな鼻を意味するナパオン。ブラジルのでかい柔術家同士がなぜかベアナックルのボクシングで戦った。試合はすっかり打たれ弱くなったシウバが打たれまくり、2ラウンドゴンザーガの KO 勝ち。2人とも BKFC の参戦はこの試合のみ。2020年2月15日 BKFC10。この大会にはかつてプライド武士道に参戦したこともあるヘクター・ロンバードが参戦。キューバの柔道シドニーオリンピック代表だったロンバードは2006年プライド武士道で郷野明宏、後のストライクフォース、ベラトール、ドリームの王者ゲガール・ムサシに敗れ、プライドでは2戦2敗。しかしその後一つの引き分けを挟んで24連勝。ベラトールではミドル級王者となった。2012年からは UFC に参戦。最後は6連敗を喫し UFC から離脱した。 BKFC デビュー戦はメインイベントデビッド・マンデルに3対0の判定勝ち。2020年9月11日 BKFC12 デビュー戦を勝利で飾ったヘクター・ロンバードはすでに紹介した元 UFC ファイターケンドール・グローブと対戦。すごい身長差をものともせずパンチの連打で2度のダウンを奪い、ロンバードが1ラウンド TKO 勝ち。メインに登場したのは MMA で38戦している ATT 所属の元 UFC ファイターチアゴ・アウベス。 UFC 時代には歴代パウンド・フォー・パウンド最強とも言われたジョルジュ・サンピエールの王座にも挑戦している。この日はフィル・バローニとの対戦が決まっていたが、バローニが負傷欠場。代替選手ジュリアン・レーンに2対1の判定勝ち、初戦を飾った。2021年2月5日ナックルマニア。この日の大会名はアメリカのエンターテインメントプロレス WWE のビッグイベントレッスルマニアに似た名前のナックルマニア。この日のメインに登場したのは UFC の人気女子ファイターペイジ・バンザント。モデル業もやっていたというバンザントは世界一の美女ファイターとして人気を博したが、2020年 UFC 離脱。この日 BKFC に初登場。相手のブリテン・ハートはクラブのショータイムなどで戦っていた。戦績4勝4敗3引き分けのボクサー。ストリートファイトもしていたという。公開計量の時から女同士の喧嘩腰のつかみ合いで盛り上げた。試合は激しい殴り合いとなったが、結果は UFC ファイターの0対3の判定負け。バンザントはその後1試合しているがやはり判定負け。ペイジ・バンザントの BKFC での成績は2戦2敗。勝ったハートは一躍人気となり、現在は BKFC ストロー級王者、世界一セクシーで危険な女王と呼ばれている。すでに紹介した40歳のクリス・リーベンはクエンティン・ヘンリーに1ラウンド KO 勝ち。試合後引退を表明したクリス・リーベンの他団体含めたベアナックルファイトでの戦績は3勝1敗。2021年6月26日 BKFC18。2人の UFC ファイターが王者に。ヘクター・ロンバードは同じ元 UFC ファイター、元 WEC ミドル級王者のジョー・リックスとクルーザー級初代王座決定戦を戦い4ラウンド TKO 勝ち BKFC 初代クルーザー級王者となった。チアゴ・アウベスはユリシーズ・ディアスとのミドル級初代王座決定戦に3ラウンド終了時ドクターストップでチミドロの TKO を勝利。BKFC 初代ミドル級王者となった。しかし2022年 BKFC との契約が満了となりミドル級王座は剥奪。2024年4月27日ロサンゼルスで行われるナックルマニア4でキングオブバイオレンス王者マイク・ペリーと対戦予定。チアゴ・アウベスのこれまでの BKFC での成績は2戦2勝。2021年8月20日 BKFC20 岡見雄心や秋山義弘と戦った元 UFC ファイターアラン・ベルチャーがトニー・ロペスに判定勝ち。ベルチャーは MMA 引退後5年以上経っていたが、その後 BKFC で3連続の KO 勝ち。2021年10月9日 BKFC ファイトナイトモンタナ。この日のメインイベントは元 UFC ファイター同士の対戦。ジョー・リックス対メルビン・ギラード。ライジン11で五味隆則と戦っているメルビン・ギラードは BKFC には BKFC7 から参戦しているが、参戦して3連敗中。リックスの飛び込みながらの左ストレートで上半身がロープの外に飛び出すほどのダウンを喫し59秒でギラードの KO 負け。メルビン・ギラードの BKFC での成績は4戦全敗。2021年11月12日 BKFC22 初代クルーザー級王者となったヘクター・ロンバードは初防衛戦でロレンゾ・ハントに判定で敗れ王座陥落。ロンバードの BKFC 参戦はこれが最後。ヘクター・ロンバードの BKFC での成績は3勝1敗。2021年12月18日 BKFC タイランドは初めてタイで行われた大会。タイ出身のボクシング元 WBC 世界2階級制覇王者辰吉丈一郎と戦っているシリモン・コンランチオムが参戦。
セミファイナルで空手、ムエタイ、ブラジリアン柔術、ボクシング、グラップリング、MMA、BKFC と6つの分野で299戦を戦ってきたイランの格闘家レザ・グダリと対戦した。195センチの長身のグダリに対し、シリモンコンは170センチ、25センチの身長差に苦しむが、最終5ラウンドに右フックでダウンを奪い、この時44歳のシリモンコンの判定勝ち。シリモンコンは2回目のタイ大会でも判定勝ちし、BKFC での戦績は2戦2勝。2022年2月19日、ナックルマニア2、レッスルマニアに似た名前の BKFC、年間最大のビッグイベント、2回目の開催で、元 UFC ファイター、チャド・メンデスが BKFC デビュー。メンデスは、伝説の UFC バンタム級王者、ジョゼ・アルドや UFC 最大のスーパースター、コナー・マクレガーと王座を争った UFC のトップファイター、2018年のアレクサンダー・モルカノフスキー戦を最後に MMA を引退していたが、BKFC で復帰。BKFC2 戦目のジョシュア・アルバレスと対戦した。試合はメンデスがアルバレスから3度のダウンを奪い、4ラウンド TKO 勝ち。もう一人、元 UFC ファイター、マイク・ペリーがデビュー。ペリーは MMA では14勝中 11KO の強打者、BKFC ベテランのジュリアン・レインに顔面流血の激闘の末、判定勝ちした。2022年4月30日、BKFC24、ライジンでレナ、山本美優と戦った、キングオブザケイジ、初代、女子アトム級王者、アンディ・ウィンが初参戦。やはりライジンで山本美優と戦っているベテラン、キャシー・ロブと対戦。かつて2人は、キングオブザケイジ王座を争ったこともあり、キングオブザケイジではウィンが2勝している。試合は、可愛いスカートを履いたウィンがロブを流血させ、5ラウンド、判定勝ち。アンディ・ウィンはその後2試合戦い、BKFC での戦績は2勝1敗。キャシー・ロブの BKFC での戦績は3戦全敗。メインでは、ジョー・リックスがライトヘビー級王者ロレンツォ・ハントに挑戦し2ラウンド KO 負け。リックスの BKFC 参戦はこれが最後。ジョー・リックスの BKFC での戦績は3勝2敗1引き分け。2022年8月20日 BKFC27 ロンドンベラトールで活躍していた MVP マイケル・ペイジがこの日ベラトールの許可を得た上で BKFC に参戦。メインイベントでマイク・ペリーと対戦した。1ラウンドペリーの右ストレートとペイジの右フックが交差しペイジがダウン。2ラウンドにはペイジのカウンターの右ストレートがヒットし結果は5ラウンドドロー。 BKFC 史上2度目の延長戦となり2対0でペリーの判定勝ち。 MVP の BKFC 参戦はこの試合のみ。2024年3月からは UFC に参戦している。2022年8月27日 BKFC28 アルバカーキライジンでもおなじみ最強の UFC フライ級王者デメトリアス・ジョンソンと王座を争った元 UFC ファイタージョン・ドットソンが初参戦。元 UFC ファイターのライアン・グノアと対戦し1ラウンド40秒左フック4連発でダウンを奪うととどめの左ストレートで秒殺 KO 勝ち。この日のパフォーマンスオブナイトを受賞した。2022年9月3日 BKFC タイランド3回目のタイ大会でタイのスーパースターブアッカオじゃなくてブアカオバンチャメイクがベアナックル初挑戦。ブアカオは K1 マックスの全盛期マサトラと激闘を繰り広げた K1 ワールドマックス2004、2006王者。最近ではタイのラジャダムナンスタジアムで三浦孝太とエキシビジョンマッチライジンで木村フィリップ・ミノルを KO と未だ元気なムエタイのレジェンド。この日はキックボクシングとムエタイのトルコ王者キックではヨーロッパ王者にもなっている強豪エルカン・バロルと対戦したブアカオ40歳バロルは41歳のベテラン対決。ブアカオが左ボディ一発で効かせ右ストレートからの右ボディでダウンを奪い1ラウンド KO 勝ち。2022年10月1日 BKFC30 2021年まで UFC で戦ったベン・ロズウェルが BKFC 初登場。ロズウェルは MMA では50戦以上を戦い UFC ではアリスター・オフレームに KO 勝ち。ジョシュ・バーネットからは女子のキャリア初の一本負けを奪っているヘビー級ファイターボクシング出身のボボ・オバノンに1ラウンド19秒右アッパーで秒殺 KO 勝ち。この日のノックアウトオブナイトを受賞。2023年2月17日ナックルマニア3ナックルマニア3度目の大会に元 UFC ファイターディエゴ・サンチェスが初参戦。サンチェスはジ・アルティメットファイターシーズン1優勝元キングオブザケイジウェルター級王者 MMA では40戦以上を戦った41歳のベテランファイター UFC では五味隆則にも勝利している。相手のオースティン・トラウトはボクシング元 WBA スーパーウェルター級王者37歳。 UFC では激しいファイトで観客を沸かせてきたサンチェスだったが相手はボクシング世界王者。出血しながら前に出るサンチェスのパンチをかわし4ラウンドトラウトの下がりながらのカウンターでダウン。4ラウンド終了間際ドクターストップでトラウトの TKO 勝ち。ディエゴ・サンチェスの BKFC 参戦はこの試合のみ。トラウトは2024年 BKFC ウェルター級王者となった。前年の大晦日にはライジンに出場し所秀夫に1ラウンド KO 勝ちしたジョン・ドットソンが再び登場。元 BKFC バンタム級暫定王者のジャロット・グラントに1ラウンド KO 勝ちで2連勝。2023年2月24日 BKFC36 BKFC デビュー以来3連勝中のアラン・ベルチャーが王座挑戦。2度目の王座防衛戦で4連勝中の王者アーノルド・アダムスに3ラウンド KO 勝ち。元 UFC ファイターベルチャーが新王者に。しかしその後ベルチャーがボクシングマッチの契約を結んだことで王座は剥奪された。2023年4月29日 BKFC40 は
この大会には2人の元 UFC 王者が参戦。元 UFC ミドル級王者ルーク・ロックホールドと元 UFC ライト級王者エディ・アルバレス、 UFC 最大のスーパースター元 UFC2 階級制覇王者のコナー・マクレガーも客席から観戦した。ルーク・ロックホールドは元 UFC 王者であるとともに元ストライクフォースミドル級王者、2015年クリス・ワイドマンを破り UFC ミドル級王者に、2022年 MMA を引退していた。この日はメインイベントで元 UFC ファイター BKFC2 連勝中のマイク・ペリーと対戦。 MMA の実績ではロックホールドが圧倒的に上だが、試合は殴り合いでロックホールドが下唇を負傷し歯にも達していたためドクターストップ。ペリーの1ラウンド TKO 勝ちとなった。ロックホールドの BKFC 参戦はこの試合のみ。勝ったペリーは客席のマクレガーをリングに呼び込み、今にも試合が決まりそうな雰囲気。マクレガーは UFC の契約があるので出場は無理だが、セミファイナルに登場したエディ・アルバレスは元 UFC 王者であるとともに元ベラトールライト級王者。アルバレスはドリームで戦っており、日本のファンにもおなじみの選手。ドリームではヨアキム・ハンセン、川尻達也を破り、ベラトールでは青木真也に TKO 勝ち。現在 UFC で活躍するマイケル・チャンドラーを破りベラトールライト級王者となった。 UFC に移籍すると2016年 UFC ライト級王者となったが、この日客席にいたコナー・マクレガーに敗れ王座陥落。2019年からは1に参戦していた。アルバレスがこの日戦ったのは同じ元 UFC のチャド・メンデス。メンデスもまた UFC 暫定王座決定戦でマクレガーに敗れている。試合はダウンを奪い合う死闘。2ラウンドにメンデスが強打でダウンを奪うと、3ラウンドにはアルバレスが左フックでダウンを奪い返し、5ラウンドアルバレスのラッシュで今度はメンデスがダウン。これで終わらずメンデスの左右フックでアルバレスがダウン。結果は2対1でアルバレスの判定勝利。この日のファイトオブザナイトを受賞。もう一試合、元 UFC ファイター同士の対戦。ベン・ロズウェルがジョシュ・コープランドと戦い、3ラウンドコープランドのラッシュに対しロズウェルが下がりながらのパンチでダウンを奪い TKO 勝ち。ロズウェルの BKFC での戦績は2戦2勝。2023年8月11日 BKFC48 ジョン・ドットソンが王座獲得。ジョシュア・リッチと初代フライ級王座決定戦で対戦。ドットソンがいきなりラッシュをかけ攻めまくって1ラウンド TKO 勝ち。3試合連続の1ラウンド KO で BKFC 初代フライ級王者となった。2023年11月4日 BKFC タイランド5メインイベントにブアカオが再び登場。ムエタイの生ける伝説セーンチャイ TK センチャイムエタイジムと対戦した。セーンチャイはムエタイの殿堂ルンピニースタジアムでスーパーフライ級、バンタム級、スーパーフェザー級、ライト級の4階級を制覇したほか、 WMC 世界ライト級、 WBC ムエタイ、世界スーパーライト級王座など数多くの王座を獲得したムエタイの神ブアカオ41歳、セーンチャイ43歳、2人合わせて567勝のレジェンド対決。ムエタイ版世紀の一戦らしい。この試合は特別ルールベアナックルムエタイで行われた。試合はブアカオがローキックを軸に攻め続け、1ラウンド終盤には右ハイキック、4ラウンドには左フックを当て3対0の判定勝利。勝ったブアカオはコナー・マクレガーにベアナックルファイトのオファーを出したことがタイで話題になった。2023年12月2日 BKFC56。この日のメインはエディ・アルバレスとマイク・ペリーのキング・オブ・バイオレンス王座決定戦。フェイスオフでは両者ヒートアップしボディの殴り合い。正式なタイトルではないキング・オブ・バイオレンスベルトをかけて戦った。序盤から至近距離の殴り合いとなり、2ラウンド終了後アルバレスの眼下底骨折の疑いでセコンドが倒る投入。ペリーの TKO 勝利、キング・オブ・バイオレンスベルトを獲得。 BKFC4 連勝を飾った。元 UFC ファイター同士の対戦。ライジン44でスダリオ剛と戦うはずだった。日本でもおなじみのトッド・ダフィーとベン・ロズウェルとの対戦が予定されたが、ロズウェルがインフルエンザで欠場、結局中止となった。2024年3月29日 BKFC59 ジョン・ドットソンが王座初防衛戦。ドットソンはライジン大晦日で扇久保博正に敗れて以来の復帰戦。挑戦者ラゴベルト・アゲロは15勝2敗のプロボクサー。5ラウンド戦って決着つかず0対0の判定でドロー。王座防衛となった。ここからは多分知らない人ばかりだと思うが、各階級の王者を紹介する。ヘビー級王者はミック・テイル、バックボーンはキックボクシング。どんなトーナメントか知らないが、スーパーコンバットワールドグランプリ3 2014クルーザー級トーナメント準優勝の実績。クルーザー級王者ライトヘビー級王者はロレンツォ・ハント。バックボーンは MMA 戦績は3勝5敗。ミドル級王者はデイビッド・マンデル。バックボーンは MMA 戦績は10勝5敗。ウェルター級王者はオースティン・トラウト。バックボーンはボクシング。元 WBA 世界スーパーウェルター級レギュラー王者。ライト級王者はルイス・パロミノ。バックボーンは MMA エクストリームファイティングチャンピオンシップ。フェザー級王者チャンピオンシップファイティングアライアンス。フェザー級王者はカイ・スチュワート。バックボーンは MMA 戦績は1戦1勝。バンタム級王者はヒース・リチャードソン。バックボーンは MMA 戦績は22勝11敗。フライ級王者はジョン・ドットソン。女子フライ級王者はクリスティン・フェレア。バックボーンはムエタイと MMA。ムエタイで1勝0敗。MMA では1勝2敗。女子ストロー級王者はブリテン・ハート。バックボーンはボクシング。成績は4勝4敗3引き分け。やっぱり知らなかった。BKFC 以外のベアナックル団体はBKFC はアメリカの団体だが、イギリスにもベアナックルボクシングという団体がある。
2020年にはクレベル小池も王者になったポーランドの団体 KSW がジェネシスと題されたベアナックルボクシングの新イベントを開催。元 UFC ヘビー級王者、元キングオブパンクラシストのジョシュ・バーネットが元 KSW ヘビー級王者マルシン・ロザルスキーと対戦し、ジョシュが TKO 勝利。元 UFC ファイターのホルヘ・マスビダルが立ち上げたゲームブレッドベアナックル MMA はベアナックルの MMA 団体。2023年9月の第5回大会ではジュニオール・ドス・サントスとファブリシオ・ベルデュムの元 UFC ヘビー級王者同士の対決が行われ、ドス・サントスが判定勝利。ドス・サントスは現在ゲームブラッド MMA 初代ヘビー級王者ノゲイラやミルコ・クロコップに勝利している。元 UFC ファイターのロイ・ネルソンなども出場している。4月29日に行われる RIZIN46 で BKFC 提供試合全クラッシュ王者篠塚達樹がベアナックルに挑戦することが発表された。日本人初、日本で初めて行われる BKFC の試合、素手で殴り合う危険なルール。どんな結果になるのか、過激なファイトで盛り上がるか、悲惨になりすぎて観客は引いちゃうのか。今回はここまで。最後に高評価、チャンネル登録よろしく。